いつもご機嫌で明るく歌を歌ってくれるひなた。今回の動画はこのひなたの成長記録です。ひなたは白い羽のお父さんとお母さんとの間に生まれました。孵化して10日ぐらいした時に赤ちゃんの様子を見てみると、足が開いて仰向けの状態でいたのです。それと、あまりご飯が食べれなかったのか、体が小さく骨格が歪んでいました。このままでは危ないと思った私は、赤ちゃんを両手で抱え、立つ練習をしました。毎日、少しずつ、少しずつ。立つ練習をして5日が経った時、赤ちゃんはうつ伏せになることがなくなりました。ご飯が食べれるようになり、体も大きくなってきました。お母さんもお父さんも大切に子供のお世話をしてくれました。そして1ヶ月が経ち、体は小さいけど立派に成長してくれました。手を差し出すと思いっきり噛んでくれて元気いっぱいです。私はこの子をひなたと名付けました。体が大きくなり、巣箱を飛び出すようになったので、新しいお家にお引っ越ししました。お家が変わってもお母さんが来て寄り添ってくれました。そしてお父さんも。こうして大切に育てられたひなたは元気に巣立ちました。とは言っても初めての外の世界。周りは大きな子ばかり、ひなたは怖がってしまいました。そんな時、知らないお兄ちゃんが寄り添ってくれました。怖くないよ、大丈夫だよ、と、優しく羽繕いしてくれました。このことをきっかけに、みんなを怖がらなくなりました。元気で活発な、いつもの明るさが戻ったひなた。そんなひなたに、お友達ができました。ひなたにとって初めての友達。いつもじゃれ合って遊んでいました。一緒にいると楽しくて、いろんなところについていきました。いつもは遊ばないようなところでも、お友達が行くとどこでも一緒に遊びました。怖がっていた私のところにも、それからは自分からいろんな子に声をかけるようになり、超積極的になったひなた。お友達ができて性格が変わったひなたは、今お日様のようにみんなを明るく照らす存在になりました。ひなたがもうすぐ1歳になるとき、彼女ができました。彼女はひなたより少し年下の子。新しいお家を見つけ、巣作りの準備をしました。それまでは一緒に飛び回って遊んでいたのに、突然彼女がお家にこもってしまったので、寂しいのと心配で不安になるひなた。彼女は卵を産み、大切に温めました。彼女のことが心配で寄り添ってくれるひなた。他の子が邪魔に入らないように彼女とお家を守ってくれています。とは言っても今まで飛び回って遊んでいたのに、じっとしているのはとっても退屈。ひなたはペンギンさんをお家まで持ってきて、ペンギンさんと一緒に遊びました。
話しかけたり、つっついたり、もしかしたら赤ちゃんが生まれた時のお世話をする練習をしているのかもしれません。けど、しばらくすると飽きてしまい、ペンギンさんで遊ぶことをやめてしまいました。また、退屈な時を過ごしていると、一りぼっちになっている子を見つけました。その子に近づき、声をかける、ひなた。一りぼっちになっている子が寂しくならないように、お話ししたり、歌を歌ってくれました。次に、暖房機の前で丸まっているおばあちゃんを見つけました。そのおばあちゃんに寄り添ってくれるひなた。元気になるように励まし、羽繕いしてくれました。そして小さな子を見つけると、テンション高めに一緒に遊んでくれました。彼女とお家を守りながら一りぼっちになっている子を見つけると、声をかけてくれる思いやりの行動をするようになったひなた。ひなたは名前の通り、みんなを明るくする存在になりました。